周りのお仕事で足の蒸れや匂いが気になる方、今までの制汗剤、デオドラント剤ではスポーツや外出中に制汗作用が薄まってしまって何度も塗り直しが必要な方はですがおすすめです。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ、あと湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、日常生活で足の匂いや汗でお困りな方のために、足の汗の種類、足の匂いが気になるときにやってはいけないこと、足の匂いって薬で良くなるの？足の汗を止める薬、パースピレックスについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、足の汗について詳しくなれると思います。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。汗って皮膚にある汗腺から出てきますが、汗腺にはアポクリン汗腺とエクリン汗腺の2種類があります。どう違うかっていうと、エクリン汗腺はほぼ全身にあって、運動した時にかく通常の汗で水のようにサラッとしてます。蒸発しやすいので、拭き取れば匂いはあんまり気になりません。暑いところにいたり、緊張によって発汗し、特に足の裏に多く存在します。この汗はアセチルコリンという物質が関与していて、交感神経の末端からアセチルコリンが放出されると、エクリン汗腺に作用して発汗が促されます。エクリン汗腺から出る汗は無臭で、匂いの原因となる物質はほとんど含まれていませんが、汗が皮膚の表面で赤や皮脂などと混じり合うと、これを細菌が分解することによって匂い物質が発生して臭く感じます。一方でアポクリン腺は限られた部分にだけ存在していて、特に脇の下や陰部に多くあって、思春期になると性ホルモンの影響で分泌が多くなります。アポクリン腺から出る汗は脂質やタンパク質などを多く含んでいるのが特徴で、なので分かりやすく言うと、エクリン汗腺は体温調節をしていて多汗の原因になって、アポクリン汗腺は体臭の元となり、匂いの原因にもなります。足の匂いが気になるときにやってはいけないこと。匂いが気になって足を何度もこすって洗ったり、何度も角質ケアをしたり、不適切な自己処理をしてしまうのはごめんなさい。やめてください。あとは汗拭きシートや制汗剤の使いすぎにも注意が必要です。アルコール成分が入っているものでゴシゴシこすってしまうと、かぶれたりジュクジュクして逆に匂いが出てしまうことがあります。あとは洗濯物って生乾きだと臭くなりますよね。雨の日で洗濯物が十分に乾いていないと、匂いの原因、モラクセラ菌が繁殖します。特に足って皮脂が残りやすいので、菌が繁殖しやすいんです。しっかり靴下は乾かすようにしましょう。あと、足が臭いのが水虫だと思って、ムシムシの薬を塗ってるんだけど良くなりませんって困ってますっておっしゃってる方がいます。だけどそれって本当に水虫がいるんでしょうか？水虫がいるのかどうかは顕微鏡検査をしてみないとわからないので、気になっている方は皮膚科を受診して、本当にそれ水虫なのかなって確認しましょう。足の匂いって薬で良くなるのかな？いわゆる制汗剤はエクリン汗腺に作用するお薬で、皮膚の表面に存在する細菌が汗の成分を分解することで匂いを発生しますので、エクリン汗腺からの汗を抑えることで細菌の増殖を抑えれば匂いは軽くなります。足の裏は特にエクリン汗腺が多い場所なのですが、エクリン汗腺から出る汗自体は無臭なのですが、皮膚表面に存在する細菌が汗の成分を分解することで匂いを発生します。汗をかきやすい場所ですから、靴や靴下で足が密閉されていると湿度が上がってしまい、細菌は湿気が高いと繁殖しやすくなるため、さらに匂いが発生しやすくなるんですね。皮膚の常在菌って皮脂、赤、古い角質なんかを分解して匂いの原因を作ってしまいますので、毎日同じ靴を履くと靴の中にも雑菌が増えて、靴自体が臭くなることもあります。あとはストッキングで蒸れていたりとか、熱がこもると雑菌が増えて匂いの原因になりますので、雨の日はしっかり靴を乾かすとか、毎日同じ靴を履かないようにしましょう。足の汗を止める薬、パースプレックスについて3割負担の健康保険が効かない薬なんですが、足の汗を止める、
とってもいい薬なんですね。この主成分は塩化アルミニウムなんですが、パースピレックスを使うと主成分の塩化アルミニウムが汗腺に浸透すると汗を出す管に残っている水分と反応して角栓を作ってくれるので、なんと蓋ができて物理的に密封するので汗腺を塞いでしまうんです。なので一時的に汗が出なくなるのです。だからといってこの角栓は永久ではなくって、皮膚のターンオーバーとともに剥がれてしまうんですね。そうするとまた汗が出てきます。この周期が3から7日ぐらいなんで、週に2日ぐらいだけ使うだけでいいので、毎日塗らなくてもいいんです。市販の制汗剤だと汗とかで取れてしまいますが、足洗ったりとかお風呂に入っても効果が続くのでとっても楽です。これは12歳未満のお子さんには使用しないようにとなっています。外回りのお仕事で足の蒸れや匂いが気になる方、今までの制汗剤、デオドラント剤ではスポーツや外出中に制汗作用が薄まってしまって何度も塗り直しが必要な方はパースピレックスがおすすめです。パースピレックスは3割負担で済む保険が効かない商品にはなるんですが、だいたい1本4000円から5000円で販売されることが多いので、3ヶ月ぐらい持ちますので、1ヶ月に1500円ぐらいだからコスパはいいですね。使用方法はよく乾いた傷のない皮膚に寝る前に塗ります。なぜ寝る前に使用した方がいいのかなっていうと、夜間は汗腺の活動が低下して角栓が作りやすくなるからです。最初の1週間は毎日使用して効果が出始めたら週2回ぐらいで十分効いてくれます。で、朝はね、ちょっとメロなんですが、足を洗うようにしないとかぶれますのでご注意ください。パースピレックスには脇用と手足用があるんですが、濃度が全然違います。脇用は主成分の塩化アルミニウムの濃度が8から 15% なのに対して、手足用は角質が厚いので 25% も配合されています。なので手足用を脇に使ってしまうと刺激が強すぎてかぶれたり赤みが出る可能性がありますのでご注意ください。ということで今日は足の匂いや汗について、汗の種類、足の匂いが気になるときにやってはいけないこと、足の匂いは薬で良くなるの？足の汗を止める薬、パースピレックスについて皆さんにお話をさせていただきました。足の匂いについて詳しくなれましたでしょうか？このチャンネルでは綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方はコメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになりますのでとても嬉しいです。次回は主査についてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。